私は自分を好きになれるような人生を送ってこなかった。少なくともずーっとそう思って生きてきた。離婚して、病気をして、仕事で行き詰まり、借金を抱えて、不安からお酒に逃げて、63歳にもなって酔って椅子から落ちたこともある。ここだけを並べたら、とても自信を持てるような人生には見えませんよね。でも最近気づいたんです。私に自信がなかったのは失敗が多かったからじゃない。失敗した自分を私自身がずっと見捨ててきたからだってことに。今日は挫折と後悔の多い60代の私がもう一度自分を信じるために始めた3つのことをお話しします。おはようございます。ハワイオアフ島からワイキキの近くモンサラット通りで小さな水着屋を営んでいる60代の上総です。突然ですが、あなたは自分のことが好き？この質問答えるのが難しくない？好きな食べ物や音楽ならすぐに言える。でも、自分自身が好きですかと聞かれると、嫌いではないけれど、好きかと言われるとね。そんな風に言葉に詰まってしまう人多いんじゃないかな。私もそう。人からは行動力があるとか強い人だとよく言われる。30歳で日本を離れ、英語もほとんど話せないままハワイへ来た。離婚を経験して知らない土地でもう一度自分の足で立った。経験のなかった音楽業界に飛び込み、ミュージシャンのマネージャーとして世界中を飛び回った。そしてその後には小売業に飛び込み、自分のお店を持った。こうして並べると自信満々で怖いもの知らずの人に見えるかもしれない。でも実際はいつも心の中で自分にダメ出しをしてました。もっと上手にできたはず。あの時違う選択をしてれば。どうして私はいつもこうなんだろう。誰かに責められる前に自分が先回りして自分を責める。誰かによく頑張ったねと言われても、いやいや私なんてと素直に受け取れない。自信がないというより、長い間私は自分のことを信用していなかったんだと思う。何かを始めてもどうせまた続かない。頑張ってもきっとうまくいかない。失敗したら、ほら、やっぱり私には無理だったと思う。でも、60代になって残された人生の時間を真剣に考えるようになって、このままずっと自分にダメ出しをしながら生きるのはもう嫌だと思った。だから私は自分を好きになる練習を始めることにした。私は素晴らしいと無理やり思い込む練習ではありません。過去の失敗を全部良い思い出に塗り替えることでもありません。好きになれない部分も後悔も情けなさも全部抱えたまま、それでもこれからの自分だけは見捨てない。そんな練習。自分に自信がない時って過去の失敗ばかりがものすごくよく見えるんですよね。あの仕事はうまくいかなかった。あの人との関係を壊してしまった。あの時あんなこと言わなければよかった。もっと早く始めていれば、もっと真剣にやってれば。頭の中に自分の失敗だけを集めたアルバムがあって、夜になるとカッ
手にページがめくられていく。私にもそんな夜がたくさんありました。幼い頃に母と離れて暮らし、誰にも甘えられないと思いながら育ったこと、結婚生活が終わったこと、乳がんになったこと、コロナでお店が大きな打撃を受けたこと、経営が苦しくなり借金を抱えたこと、不安やストレスからお酒や食べ物に逃げてしまったこと、自分の人生をもう半分諦めていたこと、こうして並べたら失敗や挫折の多い人生に見えます。実際後悔していることもたくさんある。でも最近同じ人生を少し違う角度から見てみたんですよね。母のいない寂しい子供時代を私は生き抜いた。離婚をしても知らない土地で自分の足で立った。英語も仕事もわからないことだらけの中で一つずつ覚えた。病気を乗り越えた。コロナでお店がどうなるかわからない中でも今日まで店を開け続けた。人生を諦めかけてもこうしてまた新しい YouTube を始めた。失敗した回数を数えたら確かに多い。でも立ち上がった回数だって同じくらい多かったよねって。私は失敗しなかった自分を好きになるのではなくて、失敗してもここまで生きてきた自分を少し好きになってあげたいと思った。私たちはできなかったことはよーく覚えているのに、踏ん張った日のことはすぐ忘れてしまう。怖かったけどやってみた日、泣きながらそれでも仕事に行った日、もう無理だと思ったのに朝起きてご飯を作った日、誰にも褒められなくてもお店を開けた日、そういう名前もつかない小さな踏ん張りが何百日も何千日もある。なのに私はずっとそれを数えてあげていなかった。自分に対してずいぶん不公平な採点をしていた。だから今は過去を思い出して自分を責めそうになったらこう聞くことにしています。でも私、あの後どうした？逃げたことがあってもいい。間違えたことがあってもいい。その後もう一度立ち上がったのなら、その自分のこともちゃんと見てあげたい。過去を好きになる必要はありません。でもその過去を背負って今日まで歩いてきた自分をもう嫌い続けなくてもいいんじゃないかなって思います。以前の私は自信というのは仕事を成功させた、たくさんお金を稼いだ、何か大きな目標を達成した、そういう時につくものだと思ってた。でも今は自信は大きな成功から突然生まれるものではなく、自分との小さな約束を守った回数だけ少しずつ積み上がるものなんじゃないかなって思ってる。私はよく自分に大きな約束をしていました。明日から毎日運動する。お酒はもう飲まない。早起きして仕事も勉強も全部やる。今度こそ絶対に痩せる。一度決めたら完璧にやる。まあでもそんな大きな約束はなかなか続かないわけで、一日できなかっただけで、ほらやっぱり私は意志が弱い。今回も続かなかった。どうせ私には無理。そうやって自分への信用を自分でなくしてました。だから今は
約束を小さくしてます。1時間歩くではなく、今日は10分だけ外に出る。動画を1本完成させるではなく、今日は編集画面を開いて30分だけ作業する。家中を片付けるではなく、今日は引き出しを一つだけ整理する。完璧な一日を過ごすのではなく、今日やることを一つだけ決める。それくらいです。誰かから見たら、そんなことでと思うかもしれません。でも、自分との約束って他人には見えませんよね。誰にも褒められないし、賞状ももらえない。それでも、今日は面倒だったけどやった。やると言ったことを一つ守った。その小さな事実が自分の中に残る。私は私が決めたことをちゃんとやれる人なんだ。そう自分に教えてくれる。自信とは、私は何でもできると思うことではないのかもしれません。何でもはできない。失敗することもある。続かない日もある。でも、できなかったらまた明日やり直せると自分を信じられること。それが今の私が欲しい自信です。自分を好きになることと自分を甘やかすことは違います。できなかった自分を罰するのではなく、もう一度やれる場所まで自分を連れて戻ってあげる。それが自分の味方になるということなのかなって思います。水着をやっていると、もちろん売り上げはとても大切です。家賃も払わなければいけない。仕入れ代もある。生活もしていかなければならない。だからお客様が店に入ってくると、今日は買ってくださるかな、何か売れるといいな、正直そう思う。商売をしている以上当たり前のことで。でもそれだけを考えて接客している自分を私は好きではありません。サイズが合ってないのに無理に勧める。本当は別の水着が似合うと思っているのに売りたいものを勧める。お客様の悩みを聞くより、どうやって財布を開いてもらうかばかり考える。そんな自分にはなりたくない。だから私はお客様が何も買わずに帰ることになったとしても、本当に似合うと思うものを正直にお伝えしたい。水着を売る前に、その方が少しでも自分の体を好きになり、笑顔で店を出てくださることを大切にしたい。その日に売り上げが上がらなかったとしても、今日の私の接客悪くなかったな、と思える自分でいたいんです。YouTube も同じ。動画を出したらもちろん再生回数は気になります。何人が見てくれたかな、登録者は増えたかな、最後まで見てもらえたかな。でも数字だけで自分の価値を決めたら、私の自信はずっと誰かの手の中にあることになる。再生されたら自分には価値がある。再生されなかったら自分には才能がない。そんな風に自分を毎日上げたり下げたりするのはもうやめたい。数字が伸びない日でも、私は今日自分の言葉で正直に話した。誰か一人の心が少し軽くなるかもしれないと思って作った。わからない編集を投げ出さずに最後までやった。そういう自分なら私は少し好きでいられる。私は最近何かを決めるとき、自分にこう聞くようになりました。その行動をしている自分を私は好きでいられる？誰も見ていないから適当にやる。うまくいかないことを人のせいにする。不安だからお酒を飲んで忘れる。
失敗が怖いから最初から挑戦しない。それを選んだ瞬間は楽かもしれません。でも、その後の自分を私は好きでいられない。反対に、面倒でも今日は少しだけやる。失敗しても人のせいにしない。わからないことをわからないと言って教えてもらう。間違っていたら謝る。誰にも評価されなくても誠実に届ける。そんな行動を選んだ日は、鏡に映る顔が少しくらい老けていても、今日の私そんなに悪くなかったな、と思えます。自分を好きになるって、外見も性格も全部を好きになることではないのかもしれません。今日の自分が選んだ行動を自分で認めてあげられること、その積み重ねなのだと思います。正直に言うと、私はまだ心の底から私は自分が大好きですと胸を張って言えるところまでは来ていません。過去を思い出して恥ずかしくなる日もあります。鏡を見てため息が出る日もあります。人と比べて落ち込む日もあります。自分で決めたことを守れず、また自分にがっかりする日もあります。でも、もう自分を見捨てることだけはやめようと思ってる。失敗した自分を置き去りにしない。うまくできなかった日にも、じゃあ明日もう一度やろうって言ってあげる。自分を好きになるっていうのは、完璧な自分を作ることではなくて、どんな自分の日にも自分の味方でいること。自信とは、誰かより優れている証拠でも、誰かに勝った証拠でもない。自分との小さな約束を守った証拠。逃げたくなった時にもう一度向き合った証拠。何度失敗しても自分を見捨てなかった証拠。私はこれからその証拠を毎日一つずつ増やしていきたいと思ってます。人生の後半に入った今だからこそ、自分の一番近くにいる自分くらいは自分の味方でいてあげたい。あなたはご自分のどんなところをもう少し好きになってあげたい？今日までよく頑張ってきたこと？誰にも褒められていないけれどずっと続けてきたこと？何度失敗しても諦めずに立ち上がってきたこと？よかったらコメント欄で教えてください。書くことで初めて、ああ、私も案外頑張ってきたんだな、と気づくことがあるかもしれません。次回は私が始めた人生最後のダイエットの実際の食生活をお見せします。何を食べているのか、どのくらいの量を食べているのか、食事を測る生活を始めて60代の体と心にどんな変化があったのか、うまくできているところだけではなく、つまずいているところも含めて正直にお話ししますね。チャンネル登録をして私のこれからの格闘を見守っていただけたら嬉しいです。今更を今からに。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。アロハ。